なたもその優しさを集めて使ってもらえないかな。お兄さんのために。あなたのお兄さんはね、私を救ってくれたんだけど、妹であるあなたを救えなかったこと、未だにずっと苦しんでるの。だから人を寄せつけない、友達も恋人もいらない、それが罰だからって。助けて。助けて。あっち！手伝って。せーの。名前は？君の名は？私、黒水。黒目、確か島根の出雲に多い名字だったかな。水は水晶の水、それとも翡翠の水？子供ですか。ところで水というのは水晶の水、それとも翡翠の水ですか？123。次気をつけて。皆さん病院着きましたよ。もう大丈夫ですからね。助けて。君も見てもらえなよ。秒で断られました。私 OK ですけど、サイン会。黒目先生だけじゃ誰も来ません。ですよね、やっぱり。公文さん、アガサの病院に。みたいですね。いや、負い目がありまして、それを許してもらうお返しというか、ついだからついアガサの話を。恋人ではなく妹さんだって。負い目って何ですか？盗聴。ああ、ごめんなさい。でもトイレは聞かない最低限のエチケットとして。犯罪ですよ。本当にごめんなさい。てか、なんでバレた？昼飲みしてて、うっかり八兵衛、ペーペロ。じじい。私もアガサに会ってみたいです。ああ、ファンだからね。ところでスイちゃん、蕎麦屋化粧品のメインキャラクターに決まったなんて素晴らしい。それを踏まえてぜひうちの専属モデルになってくれないかしら。表紙バーン。アガサに会えるならバーン。一目でいいんです。チラッと。小さな夕日みたいでしょ。編集長は知ってらしたんですか？10年前の事故現場、通りすがりの公文さんが水と雨宮君を病院にって。初耳です。何それ？いやそんなこと。本当に？まさかそんな偶然。ああ。だとしたら黒目さんとのコラボの方がむしろ意図的になるの。おかしいと思わなかったんですか？ベストセラー作家の公文さんがうちの父なんかをコラボ相手に指名するなんて。うちの父なんかをって、まあまあ。言われてみればそうよね。まあでも私としては公文さんが新作を書いてくれるなら何でもって。何でも？黒目。そう、珍しい名字。お嬢さんはいますかっていつか聞かれたことがあったよな。あんな事故の後どうなってんのかって気にかけてもらってたんですかね。
きこもりみたいになってるらしい。うん、そんなこと言ったかも。つぼみさんもずっとこもり人だったからその流れで心配してくれてたんです。しかも妹さんにあんな事件があったからなおさらかな。だから私盗聴されてたって知ってめっちゃ腹が立ったんですけど、今は逆に見守られてたんだってよかったっす、それなら。を踏まえてアガサに会いたいんですけど。無理っす。いつも見守ってるからね。専属モデルになります。喜んで。は編集長、あ。いやごめんなさい、そんな条件どうでもいい。公文龍炎との信頼関係壊して出版社変えられたりしたら私がクビになる。そりゃそうか。会社に落とすお金の額が違いすぎる。お金ですか結局。はいはい。何をやこして。私は誰よりもクリエイターに寄り添う編集者よ。金の亡者なら早田の養育費がっつり要求してるわ。私もこもり人でした。だからつぼみさんと通じ合えるところがあると思うんです。何かいい方向に。はあ。一目だけチラッとって言ってたの嘘だね。別のアガサというキャラクターを刷り込んで安定させるなんて間違ってると思いませんか？あなたは前の彼女の状態を知らないのよ。拘束して24時間監視しないといけないくらい。アンディ・キムならそんなことしない。めんどくさ。私の好きな死にたがる彼女を1000回救うあのアガサとアンディ・キムの物語とは違います。現実とファンタジーが同じはずないでしょ。編集長、編集長も間違ってるとは思うんですね。かわいそうにとは思うよ。どっちが？え？驚かせたり、もちろん大きな声を出したらダメだよ。分かってます。こんにちは、アガサ。今日はお友達を連れてきました。はじめまして。やめろ！おい！やめ！冗談じゃない。何考えてるんだ。スイちゃん、お姉ちゃん、この子。クモンちゃん。私の名前はスイちゃんって呼んでね。4番から。ここ病院なら恋人って言ってたつぼみさんだっけ？ああ。でもこの髪。ああさだ。私も部屋の中にずっと引きこもってたんだ。誰ともほとんど会わず話さず。こもり人っていうの、そういう人のこと。「」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 
一緒だからなれると思うんだ。私たちお友達に。つぼみちゃん。やめろ、その名前で呼ぶな。初めは何かにせかされてるような感じだったんだけど、そのうち慣れてどんどん諦めて何も考えなくなって、放っておいて私に構わないでって毎日が現実なのか嘘なのか分からなくなってく。楽しみなのはアガサとアンディ・キムの物語。これ死にたがる彼女を1000回救う。この2人の世界線が好きで憧れてた。あなたのお兄さんが書いた物語だよ。私はそのお兄さんに救われたの。とっても感謝してる。この子は妹なのね。みんな知ってたの？私だけ情報入ってないんですけど。私はお兄さんに始まりから何があったのか無理やり思い出すように言われて辛かったけど、頭にもきたけど、その時逃げてた感情が一つ一つパズルのようにはめ込まれて、私はもう一度私を思い出してったの。そしてだんだんと実態を取り戻してった私はこもり人から外に出られるようになったんだ。じゃじゃん、なんと10年ぶりだよ。もちろんあなたの方がはるかに辛い目にあったと思う。でも全ては過ぎたことで、一番大事なのはあなたは今安全だということ。思ったことは言えない。誰かの思いを押し付けられても自分はうなずいて黙ってしまう。争うのが嫌いだから。でも知らないうちに溜まっていって、いつしか爆発してしまったんだよね。当然だよ。あなたは悪くない。あなたはちっとも悪くないの。ただ優しくて弱かっただけ。あなたのその優しさを集めて使ってもらえないかな。お兄さんのために。あなたのお兄さんはね、私を救ってくれたんだけど、妹であるあなたを救えなかったこと、未だにずっと苦しんでるの。だから人を寄せつけない、友達も恋人もいらない、それが罰だからって。違う。優しいあなたが自分のせいで苦しんでる違うんだお兄さんをそのままにしておきたいはずがない。そうだよね、つぼみちゃん。アガサじゃない、つぼみちゃんだよ。自分を守るための
優しさは弱い。でも誰かを救う優しさは強いと思うの。私がお友達になる。一人じゃない。ねえ、一緒に外に出てみない？Kumon Ryuenです。三島つぼみの部屋へ。ええ、発作を起こしたようで。お願い、つぼみちゃん。お兄さんを助けてあげて。スイちゃん、もう時間がない。あなたがつぼみに戻ることが、アガサをやめることがお兄さんを救うことになる。アガサじゃない、つぼみ。つぼみちゃん。何をしたんです？いや、ちょっとお話。じゃあメスパン1頭用意して。はい。出て行ってください。つぼみちゃん、お兄さんを助けてあげて。つぼみちゃん。スイちゃん行くよ。つぼみちゃん、お兄さんを助けてあげて。ゆっくり深呼吸しよう。大丈夫です。くもんちゃん。出て行ってくれ。仕事中だったんだ。いいことだ。感謝してるんです。おかげで私は。アガサにもそう言ってましたね。それで今度は妹を救う。結果的にそれが妹を放置して罪悪感に苛まれてるだろう私をも救うと、専門家のカウンセラーですら無理だったもの。出過ぎたこととは分かってます。でも子守人の気持ちは私にも分かるつもりで。それは出過ぎたばかりでなく、とんだお門違いなんです。お門違い？妹にとってあのオレンジのウィッグがお守りなように、Kumon Ryuenにとってはアガサこそがお守りなんです。アガサをモチーフにしたことで成功したからですか？エンタメは時代背景や運が大きく左右する。ある日突然フィーチャーされる。バズる。流行り言葉は使いたくないが、まあそういうことです。私はかわいそうな妹を描いて成功した。物書きの坂としてもひどい行いだ。悪魔に魂を売り渡したと言ってもいい。大げさです。特殊な世界だと考えすぎです。もっと普通にいろんな人と交流しないと。クモンさんこそ子守人じゃないですか。ストレスの9割は対人関係です。でも1割は素敵なことがあるかも。またああ言えばこういう。友達も恋人も罪悪感で作らないとあなたは私を擁護してくれたが、これは契約のようなものです。何かを犠牲にして成功を収める。罪悪感ではなく、むしろ望んで。年春という芥川の小説のようなものです。仙人になるために心をなくす。それは公文龍炎ですよね。三島公平さんは違う。以前も言いましたが、奴は凡人です。でも優しい人です。だから私を救おうとしてくれた。結果的に面白いネタを提供してもらえた。珍しく公文と三島の利害が一致しただけです。私を好きになってくれた。期間限定にね。この後瑛太君と会うといい。それが三島公平の出した答えです。やめろ。お母さん前にも言ったよね。何度言ったらわかるの。なんであんたは何もできないのよ。お母さん恥ずかしくて外は歩けないよ。子供を怒鳴るのはやめろ。お願いです。公文さん。来るな。公文さん。バス停にやってきました。バス停はお家のすぐ目の前にあります。おかえりなさい。おかえりなさい。なんかくもんちゃん顔色悪いよ。平気さ。スイは
2人でバスに乗って話しました。バス？声を荒らげないようにです。結果的に別のことで大きな声を出してしまったが。私のこと許していただけますか？許すかという葛藤は被害者にさらなる負荷を要求します。ですから許すも許さないもない。もう過ぎたことです。お姉ちゃんはクモンちゃんを心配してなんだよ。心配？私をこの家に居候させたのもお金目当ての女子たちの虫除けスプレーとかじゃない。クモンちゃんのメンタルを心配してなんだよ。喋るペットでも飼うべきだってかい？クモンちゃんが前に過呼吸になったりパニック発作を起こしたり、その都度お姉ちゃん心配で携帯離せなくて不眠症になって。そうだったんですか、編集長。先生、天才クリエイターと向き合うってそういうことですから。ママ、なんで泣いてるの？お兄ちゃんにいじめられたの？許します。いや、許すどころかむしろ感謝しています。スペシャルサンクス。スペシャルサンクス。いい発音だよ。スペシャルサンクス。うん、さらにいい。なら出版社を変えたりしない？オフコース。鶴のもう一声。え？サイン会、単行本一巻記念。さすがにそれはストレスの9割は対人関係ですから。でも1割は素敵なことが。公文龍炎の素顔って動画 SNS で超絶拡散されてます。有名コスプレイヤーたちもこうしてどえらいこと。爆売れる。勝ったぞ勝ったどうもありがとうございます。おじさん来たわよ。ありがとうみずきちゃん。こっち空いてるから。ですよね。どうして私を書くの？局長に電話。救急車。
す